やばい。ちょっと皆さん、他の人は、えーっと、OK。今、あれ、YouTube 動いてるかなあ、始まってる感があるね。始まってる感がありますね、これ。あきこさん、ちょっとマイク OK？ はい、マイク OK。OK。はい。なんか始まってるっぽいので、始めましょうかね。はい。はい。じゃあ、ちょっと待って、音が、おお、皆さん大丈夫ね。はい、いきます。じゃあ、いきますよ。あきこさん。はい、はい。じゃあ、始まりました。スターシードチャンネル。ということで、よしです。あきこです。こんにちは。よろしくはい、こんにお願いします。ちは。ちょっと今、後ろの方はですね、スターシードカフェ。あ、ちょっとよかったらこちら見てください。あ、はい、スターシードカフェの皆さん。はい、イェイ。あ、ちょっとね、今、終わったばっかりで、なんか終わった感があってすみませんって感じですけども、音楽ライブをね、今やってたんですよね。はい、音楽ライブやっはい。てました。はい、あ音楽きこさん。ライブを。ちょっとはい。どう、スターシードカフェっていうカフェがあって、そこが主催で音楽イベントをやってくれてたんですけど、いや、すごい楽しかったな。なんうか私も気ん、持ちよかったし、みんなの表現が本当素晴らしくて、感動しましたね。音楽、そうですうね。ん、うん、歌が好きなんですよね。歌ううん、のが好きなのと、やっぱりこう、うん、なんていうのかな。音楽が一番こうヒーリングするのかなって最近思うんですよね。うん、うん、音で。なんか歌手の人ってすごい人数の人にバーって歌って、うん、一気にヒーリングするじゃないですか。感動しうん、うたり。だから声ん、とか音とか、なんか音楽って、なんかすごいヒーリングのエネルギーなんだなって最近よく思う。うん、うん。うん。あの、音楽っていうのが、僕も結構人生の中のテーマなんですけど、うん。そうなんですよね。で、うんうんうん。結構、一番、なんていうかな、時間を使ったり、こう人生をこう費やしたのが音楽。あ、そうなんですね。半分ぐらいが音楽だったんですよ。えうえ。ん。そうそうそうなそう。ぜよしさんはなぜそんなにそれはね、音楽を。吹奏楽をちょっとやってたのね。うん。うん。で、吹奏楽やったんだけど、最初やった楽器が全くなんか合わなくて、3年間ぐらいやってた楽器をうんうん。やめて、で、始めたのが、サックスとかパーカッションだったんですけど、うーん。うん。そう。あと、学校のね、なんかそういう、卒論とかあるじゃないですか。なんかね、はい。そういうのにも、なんかこう、音楽とか周波数のことを調べて、周やっ波。てたのよ。マニアックにね。うん。はい。そう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 。なるほそうど。ですね。うん。うん。今来てますね、やっぱり音来てますか。楽。来てますね。うん。いや来てると思いますね。ー、癒ね。しと癒しがか、ね。楽うしかったりん。とかね、しまね。すかうんうんうん。ら。ちょっとこの後ろね、スターシードカフェの、ちょっと今、祭りの後みたいな感じですけど。ね。今、はい。そう、イベントで、うん。みんなでそこで演奏とかやってもらったんだよね。演奏しそうですね。てもらって、プラス、うん。こう、ズームで、オンラインでみんなでこう楽しむみたいな、両方ですよね。うん。リアルとオンラインっていうことをはい。やってたんだね。そうですね。うん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 楽しかった。うん。ね楽しかった。うえ。なんん。かね、めちゃめちゃ、皆さんなんかめっちゃうまいっすよね。めっちゃうまいといううん。か、なんかすごいね。エネルギーエがいいですよネルギー、あ、ね。そエネルう。エネギーがいい。ルギーが魂を揺さぶる。
感じがする。うん。あ、うん。そうですね。こんな感じだよね。まっすぐ。もうね、うん。やっぱりね、上手い下手とかじゃなくなってきたんだと思うんですよね。あ、そっかそっか。どんなにそう上手くても、やっぱりそこにエネルギーがこもってたり、その人がまっすぐに、うん。なんていうんだろうな、エネルギーを込めてるかっていう、その人が伝わりますよね、まっすうんうんうぐに。ん。すっごい良かったな。ですよね。うん。うんうん。で、やっぱりまあ、あきこさんもそうだけど、なんか今音楽っていうのをね、ものはい。すごくこうやってるじゃないですか。うん。うん。そうなんですよで、ね。僕なんか好きなアニメがあるんですけど、はい。マクロスって知ってます？全然わかんない。あ、知らない、私全然知らないよね。ごめん。はい。知らないよね。マクロス。知っあてるかな、の、みんな。うん。まあ、歌で世界を救うっていう、まあ、アニメなんですよ。ううーん。ん。で、まあ、なんていうかな、多分この宇宙の中にはね、そういういろんなこう戦いとかあるかもしれないんだけど、うん。最終的に例えば言葉とか、なんか力とか戦いとかね、まあいろいろあるんだけど、そういうのじゃなくて、結果的に最終的にはそういう音楽とか、なんうかそういうもん。ので何か世界がこう、癒されていくんじゃないかなっていうのは結ああ、構でも感じます。そうなんだろううんうんうんな。そうなんでしょうね。なんかね。それがすごい平和的だし、なんかうん。とても高次元的なんだろうなって、宇うん。宙で何やってたかって、なんかずっと歌ったり、踊っうん。たり、こううん。楽しんでたっていうなんか意識の、なんか感覚があるから、やっうん。ぱりそうやって地球もなっていくんでしょうね。ね、そうですね。うん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 。うん。じで、ゃあ、どうしようかな。あきこさん、今うん、日なんか歌をね、披露してくれるとかいう話がそうなんですありまよ。したよね。はい。うん、うん、うん、歌を、うん、うん。いきなりいきなり歌いや、わかんない。いきなり歌っちゃおうかな、じまず、ゃあ。ちょっと、やうん。っぱりこの、うん。調整ですよね。周うん。波数の波動調整ですよね。歌って。ああ、そうだね。だから、今ちょっとこう、いろいろね、こうみんなこうやって見てもらってるライブの方もそうだし、まあ、こっちのうん。ね、エネルギーもそうで、うん。こう、中和しないといけないと思うんで、ああ、そうちょっですね。とこう、まずは、あきこさんの歌からいっちゃうどうしよう。いっ何の歌歌おう。ちゃってほしい。さっきミーシャ歌ったけど、あれ激しいよね、ちょっとね。あ、ミーシャミーシャのあれ激しいから、うん。ミーシもうちょっとやっぱャね、り激しちょっと待って、すぎるよね。うん。ねえ、カフェにこう映らないかしらね、ここにもね。映しますか？あのーこれちょっと待って。うん。やっぱりね、なんか、うん。あれが来てるんですよね。だからこう、なんて言うんだろなになにう。やっぱこう、これね。生と死とか、はい。超えるようなものとか、なんていうのかな、ちょっとがっつりした歌みたいなところで、うん。なんかこう、要はもう夏に入ってるから、8う月とん。かうん。に入っていくじゃないですか。だからこう、今までの供養とかさ、なんかこう、まあなんて、お盆とかもあるし、あと、うん。なんか、なんだっけ、春馬くんが亡くなったりとかして、うん。あ彼はなんかスターシードだなってすごく思った。私はああ。そういう情報ってあんまり入ってこないんだけど、うん。なんかすごい入ってきて、なんかすうん。ごい、こう、なんて言うんだろう。ちょっとしたことで、本当はこう、自分っていうのは、やっぱり目の前に入っちゃうと、すごい苦しくなっちゃうんだけど、ちょっとしたコツで本当は楽にいられるのに、やっぱうん。りなんかそういう、旧来のこうやり方でやったりして、やっぱ苦しかったんじゃないかなとか、感じてた時に、なんかこう歌で歌いたいなって思ったし、なんか私うん。もこう、なんだろう、今までの人生の中でたくさんの人がいっぱい亡くなってきてるから、確かそういうとこも、に。うん。こうやってなんかこう歌で癒して、癒しきってこう次の次元に行きたいっていうのがすごい出てきて、うミーん。シャの歌をさっき歌ったんだけど、うん。ちょっとあれかな、激しいかな。いや、いいと思歌っちゃっていいう。も激しいかう、もはな。や、いいと思うもはよ。や何でもいいでも、激しいやつ、欲しい激しいの。うるさいかもな。ちょっと待って、じゃあ喉うん。潤して。うん。よしさん後であ、僕ちょっ私の後で。と後で、僕ちょっと繊細だから、後にさして。何ですか、それ。うん。いちょっと。やいやいや。で、私歌って、その後、よしさんの後に、そうね。皆さんのうん。ご質問に答えたりしていきましょうか。そうね。ちょっと待ってくださいね。カラオケ流しちゃって大丈夫かな。いいか。歌えるかな。これ。
初めて出会った日のこと覚えてますか？過ぎゆく日の思い出を忘れずにいて、あなたが見つめたすべてを感じていたくて、空を見上げた今はそこで私を見守っているの、教えて今言いたいあなたに伝えたいことがたくさんあるね。会いたい気づけば面影探して悲しくてどこにいるの、抱きしめてよ私はここにいるよずっと。もう二度と会えないことを知っていたなら、つないだ手をいつまでも離さずにいた。ここにいてこそ素直に泣いていたなら、今もあなたは変わらぬまま私の隣で笑っているかな。今言いたいあなたに聞いてほしいこといっぱいあるね。会いたい涙が溢れて時はいたずらに過ぎたねえ、会いたい抱きしめてよあなたを思っているずっと。どうしよう、終わりにした方がいい？もうちょっと歌っていい？歌ってください。こんな感じでいいか。ありがとうございました。聞こえた？あ、めっちゃ良かったよ。あ、よかった。めっちゃ良かった。おしゃんてコメントがすごいなんかありがとう盛り上がございま。ってますすよ。うん。やっぱりね、なんていうのかな、ね、やっぱりこう気持ち、やっぱり大事うん。な人を亡くしたっていうこともいっぱいあると思うし、私もいっぱい亡くしてきたし、でも本う当にん。私たちは彼らが生きない世界をこれから生きていきますから、思いっきりやっぱり泣いて、思いっきりこの感情を味わって、うん。次の世界に行くっていう時なんだと思うので、ですよね。うありがとうごん。ざいます。すごい。はい。はい。よしさん？僕、ちょっとね、ちょっとこっち、準備がまだできてないから、もうちょっと待とうかな、こっちは。ちょっと、はい。じゃあ楽しみに。若干、うん。もう一回話をね、したいなと思ったんだけど、うんうん。ミーシャ僕好きなんですよね、かなり。うんうんううん。ん。あの人うまいよね。うまいよね。うん。でね、まあ、
なんか、まあ、本当は僕、歌のことめっちゃ語ったら長いんですけど、ちょっとなんかいろいろこう緊張して今語れないんですけど、緊張してかった。この後なんか演奏すると思ったらね、ああ、そうかそうまか。あ、語れな大丈いんだけど、夫。うん。なんていうんですかね、あのーうん。そう、今からそのアキコさんがね、こう歌の時代、うん。っていうふうにまあ言ってたのが、なんかすごいわかるなと思ってて、うんうんうん。なんていうかな、周波数のこと結構僕、好きなんですよね。はい。で、やっぱり周波数の中にはいろんな、なんていうかな、癒しのコードとか入ってるじゃないですか。うんうんで、まあ、歌の歌詞の中だけじゃなくて、実はその裏に含まれた、なんかこういう癒しのコードだったりとか、愛の周波数だっうん。たりとか、なんかそういうのが、なんか今からどん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 、なんか世界的にね、うん。必要になってくるんじゃないかなっていう気がしてあ、る。もう本当にうん、そうだと思いますね。すうん、ごい、結局、まあ、今度ね、スターシードチャンネルでレムリアとかやりますけど、うん、歌みたいだよね。だからレムリアとかのそういう時代とか、うん。うん、やっぱ宇宙的なんだろうね。だからそこでうん、こう、癒す、癒しであったり、あと解放もあると思うんですよね。歌とか音楽って解放が、かなり起きると思うから、うん、そのあうん、たりがやっぱり、だから結構こう、久しぶりにみんなも歌ってみるといいと思うんですよ。うん、うん。子供の時歌ってたり、なんかこう、鼻歌歌ったりとかね、やっぱりこうやってたり、したと思うけど、大人になるにつれてね、そういうのがだんだんなくなってきたので、やっぱりここなんだろうね。これからも本当にそういう感じになっていくと思うから、いい時代ですね。ね、ううん。ん。じゃあどうしよう。あきこさんもう一曲いく？えなんかえもう一曲、もう一歌。曲。ああ、私のでこっちがちょっともいいけど。準備がね、できてなくてね。うん。あれ、なんだっけ、質問そうなの。たくさんいただいてる、そうだそうだ。ちょっと質問ね、答え質問ようかね。に答えてみましょううん。かね。うん。ほら、なんだっけ、ちょっとね、はるまくんのあれとかでそうだ結構そうだ。ショック受けてる人、ね、結構いたうだいてるかん、ら、うん。じゃあいけますね。地はい。上では自殺とか自ら自分を殺すとかね、そういうのって来世はもっと過酷な人生が待ってるって言われてたりするけど、そういう思想は宇宙的にどうなんですかっていう感じでいたうだいてますけーん。ど、ジョシさんどんな感じ僕から行きですか？ましょうか。うん。僕はもともと結構仏教的な思想のうん。中にいたときには、うんうん。例えば自殺をしちゃうと、なんか生まれ変われないよみたいな、ちょっと怖いうん。話を聞いちゃったんだけど、うんうん今思っているのは、なんていうかな。まあ、結局リセットしちゃうのもったいないよねっていうとこしかもう言いようがない。その人が本当にそうしたいんだったらもうそれはしょうがないのかなと思うんだけど、うん。うん。僕としてはなんかすごいもったいないなと思っちゃう。ああ、うん、っうんうん。ていうことかな。なんか、うんううん。ん、要するにまあいいか、まあちょっとあきこさん意見聞いちゃおうかな、じゃあ。うん。うんうん。うん。私はなんかどんな風に亡くなるかっていう、亡くなり方には全く問題がないというか、やっぱりこう生まれたものはいつか亡くなるじゃないですか。死ぬっていうことがあるから、自殺とかを肯定してるとか否定してるとか、そういうものは一切ないんだけど、宇宙的には多分そういう、どういう亡くなり方をしたかっていうのは多分全然関係ないと思うんですね。で、意外と私のこう亡くなった人たちっていうかは超楽しいんですよね。自殺した人たちだって、やっぱりこう繋がったりする時ありますけど、全然楽しんでる。やっぱりでもこっちの私たちの結構問題というか、やっぱ彼らはなんていうのかな、ギリギリまで本当に精一杯やっぱりやって生き切ったんですよね。そう。だからそこに対して私たちの思いっていうか、そこが結構なんていうのかな、そこに学びがあるんじゃないかと思うんですけど、あの、なんでなんだっけ、地獄に行くとか、そういうの一切ない うん。ないと私は思いそうね。ますね。うん。で、僕はね、昔そういう地獄に行くんじゃないかなとかって怖がってたのよ。あだけど、そうあ、でもないなっていうのが、まあ最近よくなんか分かってうん、そうだときて、思います。う違う次元ん、行くだけだからね、その次元に、うん、違う次元に行くときに、ただまあ、今、うん、アセンションの時だから結構面白い時だから、うん、もうちょっと、あと1年くらい、2年くらい頑張ろうみたいなとこは頑張るというか、ううん、ん、そうすると結構楽になるとこあると思うから、苦しい人うん、たちも。うん。そうだよね。要は、だから今もしね、だからそういう人のメッセージを言いたいな。うん。やっぱりそういう時って人生何回かあるじゃないですか。
うんめっちゃもう死のうかなとかいう時あるじゃないですか。だけど、ああ、その時に絶対思い出してほしいのは、うん、スターシードの、うん。なんだっけ、みんなでもうカオスになった、音楽フェえースの、ああ、下神カオスフェスね。夏至カオスフェス。あれを見長い。直したら絶対に死にたくなくなるから。そう本当に。ああ、すごい。あれはそん絶対本当よ。本当100%絶対あれを見たら死なないと思う。うん。な。うん、そうか、そうね。か。うん。うん。スターシードカオスフェスを見て、カオスフェス。カオスの気持ちになったら、不思議な気持ちになるかそう。な。うんうんそう。うん。で、要はさ、すごく辛いっていうのは周りと比べてしまうからでしょ。ああ、うんうんうん。結局。周りと比べちゃったり、あと人の答うん。え、はい、期待に応えたいとか、要ああ、はそうかそうか。多分その自分の意思じゃないところで、外うん。側のものに応えよううん。として、多分うん。苦しくなったりとかがあると思う。もう、うん。わがままにね、どんどんやうん。るといいよね。だよね。うん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 。あとなんか他にもありますか？あ、はい。あと、うん。面白いのあったな。二極化なんか二ああ、二極極化ね。化なんか二極化うん。うん。何うん。う二ん。極化いけますね。バはい。シャールが二極化が進むと、家族とか、うん。まあ、波動うん。が違う人と会えないとか言ってたうん。り、うん。パラレルワールドが無数にあるっていう感じなんだけど、うん。4次元、5次元に行ったとしても、そこで、うん。家族がいると思ってるけど、これについてどのように考えてるか、あとはまあ二極化うん。って何なのかってことだね。うん。なるほどね。うん。僕もなんかすごい二極化については、まあ、バシャーうん。ルのね、うん。言ってんだ、バシャール。言ってましたし、まあ、今も言うん。ってるしね。うで、ん。結局思うのは、まあ、二極化というか、今もうものすごく何百何億通りのうん。パラレルがうん。もういっぱいあるので、うん。じゃあそこにもし、じゃあ行っちゃったら、例えばうん。旦那さんとか奥さんとかに会えなくなるんですかっていうと、そこにはうん。別の奥さんとか旦那さんがいるはずだから、うん。自分が本当にいいなって思うところに行けばいいだけじゃないかなと思うよね。そうですね。うん。あと、あれだよね。だから、同じ空間にいても、だからうん。隣の人と違う次元に生きてるっていう感じになったりすると思うんですよね。うん。なんていうの。だから自分のことだけやっぱちゃんと集中してやってればいいと思うし、うん。でもそこにちゃんと旦那さんとかいるんだと思うんだけど、うん。いたり、まあいないかもしれないけど、大体いるうん。と思うんですね。うん。でも、同じ次元を生きてるかって言ったら違う次元にいたりすることもあると思うんですよね、うん。私は。ね。そうだよね。うん。うん。あんまりだまあ、だから、からあんまり気にしなくていいよね。そう、うん。物質として考えたときに、だからうん。私たちってこう意識で、本当にこうパラレルを、もうだから二極じゃなくて南極のところを、なんていうの、一億通うん。りじゃないけど、いろんなところをもう瞬時に移動してたりするんですよ。うん。意識の中でね、こうん。こにいるんだけど、うん。だからもう二極も何もないっていうか何億通りにもなってるし、しうん。かも、だからパラレルもそういうなんか私たちが物質として考えるようなものではなくて、うん。あの、なんていうのか、ここにいながらいろんなパラレルを生きてるから、なんかあんまり頭で考えなくていいんじゃないかと思うんですよね、私は。そうだよね。うん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 。理うん。うん。解できないんじゃないかな。うん。私たちのこの今の感覚では理解できるのかな、こういうことってどうですか？あ、理解できるかどうか。うん。かん僕結構感じるかな、なんか最近。パラレル？これシフトしてるね、めっちゃ、みたいな時がある。いきなりああ、変わる時があるから。うんうんうん。うんううんうん。ん。あるまあでもね、それ。そこまで別に体感しなくても、なんか本当にそういう、なんていうかな、どん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 こう、毎春うん。毎春めちゃめちゃ何億通りのね、パラレルにどうせ行ってんだかそうそうら、そうそう。うん。あんまりだからもう、こだわらうん。なくていいですよね、その辺はね。うん。そう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 うん。そう。なんかやっぱり自分のことをしっかり集中してやるこうん。とが、要はその家族みんなが幸せになっていくことだし、うん。家族といつも一緒にいたいと思うんだったら自分に集中して波動をうん。整えたり、自分自身のこう、なんていうの、パラレルをしっかり生きるというか、そうん。れをやることがいいんじゃないかと思いますね。うん。そうだね。うん。うん。あとは、えーっと、ちょっと待ってくださいね。今どうそっちのライブの方は。ライあ、ブ会場。もうそろそろ準備ができたみたい。うん。できたみたいね。あ、じゃあちょっと、でももう一個ぐらい、もう一個ぐらい質問もう一個ぐらい行きましょうしましょうか。か。うん。はい、わかりました。えーっと、
自分の顔や体のコンプレックスがなかなかなくならないのは、自分への理解がまだ足りていないということでしょうか。なるほど大丈夫なね。時と急に自信がなくなることがある。自分の嫌いな部分を好きになれる方法があれば教えてください。そうか。これ僕得意かもよ。はい、よしさんお願いします。僕はね、コンプレックス99.999%人間だったので、なんかわかるのよ。そうよ。まあ、もともとね、僕は口唇口蓋裂っていう、ここ割れて生まれてきてるからさ、鼻口が全部こう、パカーン、パッカーンって生まれてるからさ、まあ、何回か手術してちょっといい感じにはなってるけど、なんかこう、毎回なんか言われてたから、子供の時にね、何回手術する前、もっともっと前はなんか結構見た目も分かりやすく、あれだったから、やっぱりすごいなんか自分のなんかすごいそのコンプレックス。でも最初って子供の時ってさ、一番最初はさ、こう気にならないじゃないですか。だけどある日突然こう周りの人たちが気になりが言うことが分かり始めた時に気になってくる。思春期とかね、特にね。で、そこでコンプレックスにハマる人って結構多いはずなんですね。そうそうそう。だけど、その時に、なんていうかな、まあ僕はまあ結構そこは、結構一回もうへこみまくって、一回自分の殻に入っちゃったけど、入っちゃって、まあそういう時に、さっきの話に戻っちゃうんだけど、そういう時にね、なんかこう死にたくなるとかあるじゃない。はい。だけど、そこでちょっと思いとどまるというか、なんだろう、そこで考えてほしいのは、絶対にコンプレックスはとんでもない宝に変貌するよって話。これほんまにそうなのよ。これほんまのほんまにそうでね。僕はそれがなかったら、なんかすごい逆に損したんじゃないかって思うぐらいよ。それはもう申し訳ないけど、そのコンプレックスによって、ものすごいなんか、いろんなものを得ちゃったみたいな感じなわけよ。いろんな得ちゃう。そうなんですね。本当に本当に。だからコンプレックスがみんなあるなって思う人はやったと思えばいいよ。本当に。それを、ヨシさんの場合はどうやって克服してたというか。で、まあそれがあったから、コンプレックスがあったからこその、やっぱりいろんな本を読んだとか、自分を心の世界を探求したっていうのがあるわけですよね。その自分の中のある、なんかどうしようもない無価値観だったり、その周りに対しての自分の、なんかこう、そのね、どうしたらいいのかなっていう悩みとか全部を、こうエネルギーをね、こう使って、まあいろんななんか学びに変えていったっていうのがあるんですけど、だから、まあ、そういう意味では、まずそういう時一回はね、なんていうの、自分の世界に閉じこもるのもいいんだけど、いずれそう、なんていうかな、すごいコンプレックスがある人って魅力的になるんですよ、多分。僕は思うに。そう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 。なんやろうな。なんかそういうのを感じることないですか？なんか、あきこさんは。コンプレックスが魅力。でも、なんかこの間だからレオくんとかが、声に、レオくんって、知ってるかなみんな。レオくん、今ね、レオくん話題になってます。レオくんちょっと声が、レオくんは声が嫌いだったって言ってたんだよね。レオくんは声が嫌いだったって言ってたんですよね。そう、もう自分の声が大嫌いだったらね、この間までね。でも今は、声がめちゃめちゃいいよね。さっきも歌っちゃってたもん。歌ってたし。で、なんか、僕今ね、YouTube を見てますけど、なんかすごいボソボソって感じの声がすごくいいんですよね。そう。ボソボソって感じでね。そう。だから本人が結構そういうのを気にしてたり、傍からね、なんていうの、言われたら、実はなんていうのか、それがすごい最強の武器になるというか、だから、唯一無二のものを持っているっていう、コンプレックスが、いわゆるこう個性になっていくってことですね。じゃあね。そうだと思いますね。それあると思う。そっかそっか。いやー。だから、あれかもしれないです。そういう風な感じで、ちょっと発想の転換っていうか、なんていうの。だけど、その自分がそのコンプレックスに対して、やっぱり強く執着してるとっていうか、これがコンプレックスで嫌だ、嫌だってずっとそこら辺をやっててもいいんだけど、なんかどっかでやっぱ抜けて、そこを、なんていうの、あんま気にしなく一回なるといいんじゃないかな。そうね、気にしなくなるのに、僕も時間がかかったっちゃかかったんだけどね。まあそうはいえ。なんかコツがあるかな。なんかちょっと思い出してみますね。やっぱり何かに、自信を持つ何かがあったらいいよね、確かに。例えば、なんて言うわけかな。
やっぱりこう、ワクワクするというか、なんだろう、好きなことというか、なんかそれを、まあ、とにかく僕はその時に音楽とかをね、やり始めたんですよ。うん。そういえば。うん。うん。だから、一つそれが夢中そう。になったことだったああ、そうかなっていう気そうか。あ、がする。他のものにそうだよね。そうそうだから、そう。なそればっかり考かなかね、えてんじゃなくてね。う特に思ん。春期の時なんかは、考えない方がいいよって言われても考えちゃうからね。う若い時はん。特に。だからなんかに没頭するのもいいと思いますよね。ううん。ん。あ、そうそうそうそだね。う。うん。なんかに没頭してると、また振り返った時にあんまり気にならなくなったりするんだと思うから、うん。そういう感じで、少しやっていくといいのかもしれないですうね。ん。私とか別に顔とか、なんかそういう、あんまり考えたことはないけど、もっとすごい、私の親友がすっごい美人だったんですよ。ものすごいええ美人で、うん。そう。で、私、魚みたいな顔してるから、なんかもういつもいいなって思ってたんですね。可愛くマイコさん、て、もうす魚みたいなごい顔なの？私ちょっと魚っぽいから、なんで美人っていうか目がちょ美っとやっぱ人だ離れて、けどね。ううん。すごい美人っていうよりもなんかまあ、癒し目が離れてるからね、ちょっと。魚美人。魚美人、魚美人。魚まあ、とにかく、はい。そういうなんていうのかな、そういうのもうん。あったんだけど、やっぱうん。自分が自分を生き始めてから、うん。なんだろう、あんま気にならなくなってきて、なんか綺麗だってうん。言われるようになってきたわ、やっぱし。うん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 あんまりうん。考えなくなって、うん。そうそうそう。そういう感じでみんな一回外れて自分を生き始めるといいんじゃないですかね。そうだね。忘れちゃう、なんか、うん。ある日ね、忘れちゃう時が来る。コンプレックうんうんスを。ううん。ん。うん。そうそうそうそなんかね、う。うん。参考にして。じゃあ、よしさん、ちょっとやってもらいあ、ましそろそろ？ょうかね。サックスそろそろちょっの方。と皆さん、ちょっとすみません、やってもいいでしょうか？あ、9か。ちょっと待って、楽しみ。マイクをうん。ね、これちょっと変えるわ。マイクを変えまはい。すね。ちょっと待ってね。マイクが、今のマイクだと、これちょっとね、聞こえなくなっちゃうんで、待ってよしさんください。どこだはサックっけ？スが上手いんだよね。びっくりしちゃっいや、たね。違う楽しみだね。のよ。そういうふりをするとあ、ダメダメだ。なのよ。よしさん、今日何やってくれるの？今日はや例えば。っぱり、全然違うやつをやろうと思ったので、わあ。ルパン三世でもやってみようかしようかっていう感じなんですけど、ちょっと待って。ルパン三世。よしさんのルパン三世。どうぞ。今ね、ちょっと待って、うん。マイク、今どう？今だ聞こえてますか？いいよ。オッケーオッケマイクに変えましたね。聞こえてまー。うん。すか？じゃあ、やってみようかなですね。お願いします。これやりながらね。入力してこれで入力してます。ちょっとテストします。すみません。あきこさん。若干つないでもらっていいですか？はい。よしさんも本当に多彩だし、皆さんもね、やっぱり音楽とかね、どんどんやっていくといいと思う。びっくりした。何ですか、今のは。OK。よしさん、顔変わったね。毎日顔変わるな。そうね、毎週毎週毎回。毎週毎週。毎週毎週。毎週毎週変わる。では、お願いします。はい。ちょっと。もっと。今音大丈夫。あきこさん音大丈夫。ルパンルパーン。OK。
よ。聞こえるよ。イエーイ、すごい。よしさん、かっこいいよ。いいよ、いいよ。すごいよかった。こんなんでいいの？こんなんでいいのっていうか、なんかこれはこれでよしさん、顔見せてって、チャットが。よしさん、顔見せてって、もう一曲いきましょうか。で、もう一曲ある？ねえ、いけるなら、もう一曲ぐらいいきましょうか。かっこいいよね。よしさん、もうちょっとなんかこう、画面がさ、顔が切れてるから、そうだね。全体的にそうだね。後ろに下がったり、もうちょっと下がれる？そのあたり？うん。アルコール飲みたいって書いてあった。皆さんすごい喜んでますよ。ライブなんで皆さんね、ちょっとこう、お酒でも飲みながら。お酒でも飲みながら、皆さんよろしくお願いします。乾杯とか言って。乾杯。なんかいいね、やっぱし。うまいうまい。気持ちいいな、聞いてて。うん。で、僕がちょっと今、空洞化しますね。バッとやろうと思うと、ああ、そうか。皆さんの脳内変換して、ちょっとなんかわかんないけど、癒されて空洞化、そうだね。また切れてます。ちょっと頭また切れてる。あ、いいね、いいね。うん。ちょっとこっちの方向いて、よしさん顔見たいって。
た。いや、素敵でした。ありがとうございます。いいよ。すごいいいよ。もうチャットもすごい盛り上がってましたよ。後ろで踊ってる踊ってる人たちムーディーに踊ってた方たちもね、いたり、もうすぐこうやってみんな乗ってくる。いいよね。皆さんそれぞれ次回ね、作ってます。はい。そこ行きたいって、みんな。そう。スターシードカフェ、そう、スターシードカフェ、ここは、六本木の新国立美術館の横ですね。はい、皆さん、イエーイ。ちょっとどんな感じか、ちょっと、そうだね、見せてもらえた。こんな感じでね、こんな感じでやってます。こんな感じです。はい。はい、ありがとうございます。いや、すごいね、音楽いいな、よしさ上手だね。とても、よかった。今回すごい、音楽ってね、結構深いじゃないですか。何が深いかっていうと、なんか、うまくやろうと思ったら、なんかもう下手くそになるじゃない。だからなんか、なるべく今は、なんかみんなの空洞化し、みんながみんなで、なんかこう、エネルギーをなんか自分なりに聞いてね、みたいな感じでやってみたの。だからちょっとは伝わったんじゃないかなって気がした。いつもより良かったよ。いつもより良かったの。いつもでいつだよってね。でも、よしさんのやっぱりサックスの音は、本当にこう伝わるものが、柔らかい音色って書いてくれてる人いたね。よしさんの人柄。声ちっちゃくなっちゃうね。ちょっと待って、マイクをね、また変えますよ。ちょっと待って。マイクを違うやつに変えます。はい、マイク今、これどう？これで。オッケー、聞こえますよ。ありがとうございます。やっぱりその人のが出ますね。歌とか音楽とか。だからね、今日カフェで、それぞれの方がね、演奏してくれたんだけど、なんかすごいもう魂に来るわけよ。みんなの。それぞれ違うことをやってんだけどね。そうなんですよ。知らない歌とか歌ってたよね。だから知ってる歌じゃないのに、もうガーンってくるっていうのは、やっぱりもうそのまんまのエネルギーで、やっぱりその方がそのままのエネルギーでいてくれてるんだよね。それをこうやっぱりもう音楽に乗るんだなって感動しましたね。ですよね。いやありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもね、音楽とかどんどんやっていくといいよね。本当にこれから、解放が起こるからね、かなりね。そうかそうか。じゃあさ、ちょっと今からコメントもね、音楽やりたいけどって人も結構多いんだけど、何が一番いいですか？音楽始めるんだったら。音楽始めるのは歌とかかな、やっぱり。わかんないけど、自分が興味あるやつがいいんじゃないかね。なんだろう。歌がいいかな。なんかそのデタラメの歌っていうか宇宙語的な歌でもいいんですよね。そうそう、宇宙語とかもいいですよね。なんかこう、とにかく、なんか、みたいな感じで、声とか出したり、なんかとにかくその時出したい音みたいのを出したり、それをにメロディー乗せてみるとか、やっていくと結構なんて言うんだろう、解放が起こるっていうか、結構歌ってちゃんと歌わないととか、カラオケとかだとこう、なんか歌詞とかも決まってたりすると思うけど、なんかまあそういう形でも全然いいと思うんですけど、そのまま自分が出したい音出すとかってすごい解放されますよね。もいいと思います。ですよね。じゃあどうしよう。もうこんな時間なのね。なんかちょっと、どうしよう。宇宙からのメッセージにしちゃう？もしくはもう一個ぐらいなんか質問に答えてからにしますか？これは何時まででしたっけ？そうなの。21時からサロンメンバー限定のやつになっちゃうからね。だから、そうか。じゃあ、ここの中で、宇宙からのメッセージ、もうちょっと質問に答えたいね。ですね。ちょっと待ってくださいね。未来のね、ことに対して、書いてくれる方がいたんですね。お二人が、の見られている近々、近いところと遠いところと未来の予想図をお聞きしたい。
いおお、つかは楽しくて軽くてみんな自分を生きてる感じになるのかなって思うんだけど、どうん、うん、うなのかなっうんてうん。いうことなんですなるほどね。けど。うん。僕から行きましょうか。なんはい。か、まあ、すでになんかそうなっちゃったなっていうのが僕の周りではもうなっちゃってる感じが。まあ、特にここにいるメンバーの方なんかはね、まあ、そういう風な感じを、まさにこう、めっちゃ軽いなみたいな感じになってますけど、うん。まあ、でもだからそういうのがそれぞれの、こう、うん。自分たちの周りに起き始めるんじゃないですか。だから全体がっていうよりもね、うん。それぞれ自分がそういう状態になったら、その周りがなんかどん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 変わっていくんじゃないかなって気がするから。あ、ていうふうにああ、僕はそう思うんだけど。うん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 。どう？明子さんは。そうですね。同うん。じかな。ううんうん。ん自分自身がやっぱりそう楽しく軽くなると、だからうんうん。近い未来っていうのもどん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 そういうことが現実化してきて、みんうん。なが楽しくなってきて、うん。だからまあ今いろんなことがあるじゃないですか、コロナうん。とか、だかうん。らこれから大丈夫かとかね、洪水うん。とかはわかんないけど、いろいろこれからも起こることはあると思うんですけど、あうん。の、だからみんなそれぞれのパラレルを生きるから、うん。なんてこうなっていくっていうのは、私が見てるものは、だから、本当にこう、結構楽天的なものばっかりなんですよ。うん。だから、これを言って、なんで、そうならないって言われちゃうと思うんだけど、うん。言われちゃうかもしれないんだけど、すごい楽天的なものしかやっぱり全然見えてこないというか、うん。意識としてはそういう感じなんですよね。うん。なんか未来予想図は本当にこうだけど、もう近いうちに、だから結構思ってるよりも早い段階で、うん。理想としてるような時代が、もう、を私は体験できるのかなってすごい楽しみにしてるんうですよ。ん。うん。そうだよね。はい。なんか僕の中では、なんかすうん。でになんかそうなってる感もあるぐらいあ、そうだね。なんでうん、そうすよ。ちょっそうそう。と、うん。まあ、うんうんと言っていいうん。のかどうか。まあ、だかうん。ら、まあ、外側のなんかわかんないけど、状況って多分、さっきの二極化の話じゃあ、ないけど、いろいろそうだね。見ていくだね。と、いろいろ見ていくと、またこんなことがとか、いっぱうん。い見えちゃうんだろうけど、うんうんうそことん。また自分の内側の周波数というか世界はそう。また違うわけだからね。うん。そうなんですよね。うん。うん。そう。なんかどこをやっぱり自分が意図して生きるかというか、そういううん。感じになってくると思うんだけど、もうすでにうん。だから自分の理想とするような世界を生きてる人もいるっていうことなんですよね。うん。で、それがずっと続いていく。ただ、やっぱり、こう、外側のだから世界は、やっぱりいろんなことが、地球全体を見たときにやっぱり起きてくると思うから、そうん。こにやっぱり入り込んでると、で、いっうん。ぱい情報をね、入れなくちゃと思っていっぱい入れてると嫌な気持ちになったりするかもしれないうけど、自分のん。内側のこう平和というか、シャンティというか、だからそういううん。ところを生きて、自分の理想とのするようなところの世界を自分の内側で生きていけば、やっぱりうん。外側もこうなっていくっていう感じだと思います。うん。そうですね。みんな違うんですよ。だから自分が体験してるものと他の人たちは違うものを体験してる可能性があるから、うん。っていうやっぱり時代なんだろうなと思そういます。だね。うん。うん。はい。あとは、えーっと、なんかあるかな。うん。なんか出てこないな。人生を最大限に楽しむコツ。へえ。あきこさん、どうですかその辺は。うまそうだ最けど。大限に、うん。最大限に楽しむコツは自分の心に正直に生きることですね。う私はいつん。も、どのさ、よくなんか、あの時代は良かったとか、この時うん。代は良かったとか、あの時は良かったとか、そういうの感じると思うんですけど、私ね、常に、常にどの時代も大好きなんですよ。うん。自分の心に、なんていうのかな、正直に生きてるから、どの時代もやっぱり真剣であって、どの時代も大好きなんですね。最大限にだから楽しめてんじゃないかと思う。今死んでもいいと思うもんね。なんていうのうん。そういう感じで、常にこう自分っていうのを、真剣に生きてる。心を真剣に生きてるから、それが楽しむってことかなと思ってやってますね。うん。うん。うん。よしさんどうでだね。あ、すか？そうだな。うん。まあ、なんていうかな。まあ、めちゃめちゃこう、やりたいことがもう溢れ返る感じなのうん。で、うん。なんかそういう時って、あ、そういえば楽しんでるねっていう感じ。要するになんかわかんないけど、なんか、なんかこう、やりたいこともよくわからない状態だったり、なんかこう、どうなのかなとか、時間もあるしなとかっていう時ほど、うん。うん。結構なんかいろいろこう、
そうそうそう、考えちゃうじゃない？それはあるかもね。うんうんうん。ネガティブな方にね。ああ、そうそうそううそう。時間がん。あると結構ごちゃごちゃ考えたりするかうら、ん。時間があったら波動を整えるか、なあ、んかそうかそうか。やるか、うん、そっちのそうね。方がいいかもしれないね。うん。うん。波動をあの、整えるか。なるほどね。波動を整うん。えるか、だからうん。そのごちゃごちゃ考えちゃうんだったら行動するか、波うん。動を整えるかどっちかのがいいと思うよね。うん。うん、なんかブロック解除とか、波動を整えるんだったら思考とかをやっぱりブロック解除したりとかしてうん。やればいいと思うし、それが結構めんどくさいんだったら結構行動して、うん。自分がやりたいことにどんどんこう、アグレッシブにいろいろやったりするのもいいよね。うん。うん。うそうだね。ん。お、そろそろお時間ですね。うん、じゃあ、楽天的どうしよにいるといいね。う。楽天的にいいよね。じはい。ゃあ、どうしよう。今日の、こうやっうん。て集まって、チャットにもね、書いてくれてる人たちや、まあ動画うん。後で見てくれる人たちあ、どうや、ぞ。うん。ね、いろいろね、こうメッセージいただいてる方。で、うん。どうしよう。メッセージ、なんか音楽と絡めたなんかメッセージはどうかなと思うんですけど、宇宙からの。ああ、うん。はい。もうあなたたち、今すぐイメージが来ました。もうあなうん。たたちそのものがもう音楽というか、波動っああ。ていうのは音楽なんだって。う私たちは、ーん。もうミュージカそうル自か。分、なんつうのかな、自分がもう楽器であうん。り、うん。音楽そのものであるというか、へ感じだから、あなえ。たがどんな音を奏でるのも本当に自由だし、あなたうん。たちの音がもっと聞きたいよみたいな感じで、やっぱこれっうん。て、調和し合って、この私うん。たちの音というか、まだ音出うん。してなくても、このうん。波動同士でこう調和し合ってるものっていうのは、宇宙にも音として聞こえたりしてるみたいなんですうーね。ん。うん。だからなんか、まあ、あなたたちがどんな音を奏でるかもすごい楽しみだし、うん。あの、なんていうのかな、一人一人がもう楽器であり、うん。音楽であるっていうことを言ってるのかな、すっごい楽しい、存在、楽しいもの。うん。宇宙は私たちをすごい楽しんでるっていう感じ。へえ、すうごいね。ん、嬉しいね、これね、嬉は。しいね。うん。いやー、じゃあ、やっぱりみ生きてるんなで、のが音楽。うん。あ、生はい。きてるの音楽ね。うん。なんかね、やっぱりこれを機に、なんか、どんどんね、音楽的なこともやっぱりまたやっていきたいし、うんうんこうね、うんみんなでフェスみたいなまた音楽フェスもね、そうだし、うん。うん。またなんかやりましょうかね。こんな感じでね。そううん。ですね。ぜうん。ひぜひ、スタうん。ーシードカフェの方でも、うん。よくこういう音楽イベントであったり、いろんなイうん。ベントやってますので、うん。オンラインと、あとはその、直接リアル。でもリアうん。ルのとこは大体人数は、限定してやっうん。ていますので、うん。ぜひ、皆さんよろしくお願いします。すごく、やっぱり今日見てて、うん。楽しんでる、カフェのスタッフの人たちが本当に楽しんでて、本うん。当にその場所をみんなで作れてよかったなって、思うので、ぜひぜひうん。皆さん、行ってみてください。はい。ありがとうございます。じゃあまたね、ではでは行きましょうか。じゃあカフェはい。の皆様、ではではを皆さんで一緒にいかがでしょうか。ではでは、ではいかがでしょうか。このカメラに向かっね、て、ちうん。みんなょっとこちも歌とらの方へ、かね、たくこちらの方へ。さん歌ってみてください。歌ね。歌ったり、音楽やっちょっと、たり、子供に戻ってね。ね、やってみあ、ましちょっとょ待って。う。うん。はい、じゃあ行きましょう。じゃあカメラに向かっていきます。じゃあ、ではでは。ではでは、ではでありがとうございまは。した。皆さんありがとうございありがとます。う。ではでは。ではでは。はい。なんかすごいはい、切な。ります。赤星さんすごいね、光ってるな。待ってる。赤星さん。